皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の6月の10日月曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、日本時間の夜の9時38分ということで、1時間以上遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、18年前の2001年9月11日に起きたニューヨークのワールドトレードセンタービル7ですね、WTC7 の自己崩壊、自己倒壊は CIA の破壊工作だったということで、元の CIA 技術工作員が死の枕元で、告白したんですね。というのが今日のメインテーマです。今日はワイワイニュースライブ通算で2795回ですね。で、今日はですね、先週の土曜日についに、Facebook からまたしてもコミュニティ規約違反、ヘイトスピーチ違反ということで、5回目のですね、30日サービス利用禁止処分の通告が来たんで、またしても一元放送ツイキャステレビ一元放送に戻りましたんで、ということで、今のところ音声も映像も問題なく配信されているということです。今日の放送最新のお知らせですね。今言いましたように Facebook は2019年6月18日土曜日に今年1月から連続5回目の30日間サービス利用禁止処分の通告を一方的にしてきたと。で今回も私の投稿記事がコミュニティ規約のヘイトスピーチ規約に違反したとの理由ですが、いつもと全く同じようにこの記事のどの部分が規約に違反しているのかという説明は一切なく、一方的に違反していると断じているだけと。で今回の対象投稿記事っていうのは2016年の3年前ですね。3年前4月の30日に配信したブログ記事、なぜ昭和の日があるのに明治の日がないのかと、こういうこの記事がヘイトスピーチ規約違反になると、こういうことらしいんですね。で、この全文をですね一応アップしたんですけど、その中に田臥マフィアとかですね、あるいはロシアの国際金融マフィアとかですね、あるいは伊藤博文から岸信介、安倍、晋三等々の固有名詞がありますんで、伊藤博文とかですね、あるいは明治天皇とか等々の固有名詞があるんで、彼らにとってこれがヘイトスピーチの対象だというふうに、おそらくこのキーワードで、彼ら探してるんでしょうね。だから一番ヒットするキーワードっていうのは田臥なんですよ。田臥マフィア、あるいは伊藤博文とか安倍晋三とか岸信介とかは全部引っ掛けるということでしょうね。ということです。この全文よりも URL をアップしますので、ぜひお読みください。そんな長い文章じゃないんですね。連続今年で5回目ですね。1月から。彼らも忙しいでしょうね。どんどん増えんじゃないですか。いわゆる妨害したい配信拡散、情報拡散を妨害するために彼らは検閲してるわけですよね。その数が
おそらく膨大になってるんで、事務作業が大変だと思うんですね。だから今回もいつもこれ、2月、6月の8日に、4回目のサービス利用30日間の処分が解除されたんですけど、普通だったら3日後に再度第5回目が来たはずなんですけど、それが遅れたんですね。8日になったということで、おそらく彼ら大変な事務作業量になってるんだろうというバカなことをやってるフェイスブックということでしょうね。何の具体的な説明もないですね。どこがどう違反してるのかと。あまあ彼らにとってこの間私がずっと毎日のように配信してきた一つは福島第一原発事故の後の異常な倍率で、がんが発症しているという現在の現状ですね。隠されている現状と、それから先週の金曜日に放送して土曜日にブログで配信した竹中平蔵、彼にと竹中平蔵っていうのもおそらくキーワードになってるんですね。サービス利用処罰対象のキーワードになってる。この2つでしょうね、彼らが妨害したいのは。ということです。それでこのブログ記事、この記事ですね、なぜ昭和の日があるのに明治の日がないのかと、こういうタイトルのブログ記事ですけど、要するに、毎年4月28日は昭和の日になってるんですね。それは昭和天皇が昭和天皇の誕生日かなですよね。でも明治の日っていうのはないんですよね。あれほど明治維新は日本の近代化をの突破口を開いた革命的な市民革命の記念すべき日だというふうに歴代の自民党政府は言ってるにもかかわらず、明治の日がないというのは一体何なんだということなんですよね。でそれは明治維新というもの、明治の日を設定すれば明治維新の本当のいわゆる真相がバレるということで、こういう公的な記念日として明治の日は設けないというのが歴代の自民党政権の合意事項だったと思うんですけど、安倍はそんなこと関係なくですね、明治の日を制定したいというふうにおそらく思っていると思うんですね。大正の日もないですね。そうですね。だから大正天皇を非常に、小さく見せるように、されてるということでしょうね。
明治を拡大し、そして、昭和を拡大し、平成を拡大するというのが彼らの一致した修正、歴史の修正主義者の方向性でしょうね。ミルキーさん、お茶箱10ですね。ありがとうございます。砂月さん、田臥については、服部さんは山崎さんの5倍くらい語ってると。服部さんは日米合同委員会については言わないと。そうなんだ。ただ、服部さんもあれ、Facebook やってるんですかね。田臥のキーワードを使ったFacebook での配信記事をやってれば、当然ながらとっくに、利用禁止処分されるんじゃないですか。おそらく服部さん使ってないんじゃないですかね。よくわかんないですけど。それからDR3 さん、CBI さん、CB2 さん、コンティニューコインいつも配信楽しみに見てます。ありがとうございます。それと寒川雷蔵さん、お団子ですね。新しいですね、お団子。から砂月さん、今日のメインテーマですね。18年前。ワールドトレードセンターの全部で7つあるんですよね。で、1と2がツインタワーで、飛行機2機が突入して、崩壊したと。これもあれほどきれいにストーンとですね、ビルの重さで、沈んでいくというのはワールドトレードセンターの7番と全く同じ崩壊の仕方なんですね。自己解体っていうんですけど、これはもう制御解体なんですね。だからツインタワー1と2っていうのは外から旅客機が突入したということですけど、それだけではあのようなストーンときれいにですね、横に倒れることもなくビルの重さで、自己解体するということはありえないんですね。あれは制御解体って言って内部で、爆薬を大量に、事前に仕掛けてですね、そして、ビルを左右にぶれないように、ストーンとビルの自らの重さで、自己解体するような工作がされているということなんですね。で、今回もワールドトレードセンター7がまさに CIA 自分たちがやったんだという告白をした元の CIA の技術工作員がもう余命いくばくもないという死の床ですね。で告白したということが出てきましたので、この問題を取り上げるということなんですね。から K さん、コンティニューコインですね。初耳さんがいつもありがとうございます。たくさんのコンティニューコイン、1、2、3、4枚、5枚ですね。配信ありがとうございますと。6枚か。で、初耳さん必見ですということで、ワイワイニュースライブですね。今日のメインテーマをリツイートしてくれました。土山純一さんですね。いつもありがとうございます。お茶バック10、配信ありがとうございます。からコンティニューコイン2枚ですね。そして、砂月さん、この放送の前ですね、ジュリアン・アサンジュ殺害、マスコミに載らない海外記事と、これちょっと見たんですけど、このタイトルだけ見るとジュリアン・アサンジュが殺害されたということなんですけど、ちょっとこの記事タイトルの付け方が一方的すぎて誤解を生むんですね。ですからジュリアン・アサンジュが殺害される、危険性があるという意味のタイトルなんですけど、これだけ見るとアサンジュが殺害されたというふうに、誤解させるタイトルなんですね。これはあんまり良くないですね。からみちさん、香港で大規模でのそうですね、すごかったですね。100万人ぐらいだということ
今日のトピックスの中で私も取り上げますけどね、生中継リンクということですね、みちさんですね。それから2本立てイスラエルマスコミに載らない海外記事ということですね。から YYC コレスポンダンスがお茶ですね。はい。殺害の危機と危険と、そういうことですね。砂月さん、閲覧注意、大型ビル大爆破解体、4連発5秒消え去る大型建造物と、轟音と粉塵をまき散らしながら一瞬でバラバラに崩れ去るということで、これはもうその専門家がいるんですよね。素人ができませんので、それ専門の何十年とやってるような、だから今回のCIA の元の技術工作員もまさにベテランなんですよ。それであまりにもうまくいったんで、みんなで祝杯をあげたということなんですけど、でもあまりにもうまくやりすぎたんで、ストーンとですね、完全な形で制御自己倒壊させたということで、逆に完全すぎるんで、不思議に思う人間が出てくるんじゃないかというふうに彼ら心配したんですね。それほど完全な形で彼らは仕事をしたということですね。ということで今日の最新のお知らせの1ですね、Facebook から 5回目の1ヶ月のサービス利用禁止処分が一方的な通告で来ましたよということですね。だから今日も2元放送できなくて1元放送になってるんですね。から2つ目がそっか、またあれ忘れましたね。金曜日のテーマですね、メインテーマ、竹中平蔵のYouTube の表紙がより鮮明なやつがですね、プリントアウトしたと思ったんですけど、してないということで、明日ですね、すいません、忘れました。ということで、何でしたっけ。金曜日のメインテーマ、竹中平蔵とは何かと。それは1、悪徳御用学者であると。それから2、労働者の敵。3、大企業の味方。4、売国道。5、清少。6、金の亡者。7、権力犯罪者。これほどの悪徳を重ねてる人間って、めったにいないですよね。で、現時点での視聴者数が、ツイキャスが438名様、YouTube が1341、それから Facebook、これ最後になったんですけど、65と、これ全部で1844ですね。マイナス1。これですね。それから現時点での視聴者数です。
これですね。1844名さんということですね。プリントアウトできるかな。竹中平蔵。出てこないな。明日ですね。明日、プリントアウトしてお見せできると思います。ということですね。そして、今日の画像ですね。今日の画像は今日のメインテーマに関連して、この元 CIA の技術工作員が死の床でですね、告白した 911WTC7 は我々が爆破したと。この人なんですね。ハワードさんという人。これ2017、2年前ですからもう亡くなってると思うんですけどね。彼です。で、以前同じように死の床でですね、告白したイギリスのMI5 かなの件取り上げたことあるんですけど、やはり罪を死ぬ間際になって自分の犯した罪を告白するというのはおそらくキリスト教の関係なんですかね。日本人であんまりいないですよね。墓の中まで持っていくと言って、絶対、自分の犯してきたさまざまな犯罪とか権力犯罪を最後の最後になって、告白するという日本人の例っていうのはあんまり聞かないですよね。福にゃんさん、お茶ですね。こんばんは。配信ありがとうございますということですね。MI5 の人も死の床でですね、告白して、でそれはダイアナ妃を殺したのは自分たちだと。でそれを直接命令を下したのはエリザベス女王の夫ですね。誰でしたっけ。彼だというふうに直接言ってるんですよね。だからイギリスには王室直轄の MI5 と MI6 が007っていうのは MI6 なんですね。MI5 っていうのは国内対応、MI6 っていうのは外国対応ということで、第7王妃、ダイアナさんを自動車事故に見せかけて、工作して殺したと言って、フィリップ殿下ですね。こいつは悪いんですね。もうヨレヨレですけど、こいつがおそらくMI5 とか MI6 を実質的に、統括してたんじゃないですかね。フィリップ殿下ですね。K さんありがとうございます。ということで、最初の日本の人も自分の犯してきた罪とか犯罪を悔い改める最後のチャンスですから、ぜひ告白してもらいたいですよね。
何でしたっけ。1と2ですね。2の方は、金融庁の年金頼るなに激怒したと。テレ朝の坪井アナと。この方なんですね。以前私も彼の番組見てましたけど、彼49歳なんですね。で、珍しく番組の中で怒りをあらわにしたという日韓現代なんですね。ですから、テレ朝の、平川かな、弟の安倍友がいるんですね。彼がいわゆるリベラル派なり、あるいは反安倍批判の古舘さんなんかそうですけど、パージしてきたということなんで、彼もパージされるんじゃないかというふうに心配した記事が出てましたね、還元代。今日もトピックスで取り上げますけど、ね、だから3番目のあれは日経新聞の安倍内閣支持率 55% です。支持しない35%。大体日経はじめとして日本のすべてのマスコミは安倍の支持率がいわゆる令和あるいはトランプの国賓で招待した等々で、上昇しているというでっち上げの数字を出してるんですね。でこれをもって安倍は7月の参議院選挙と同時に衆議院を解散して衆参同日選挙をやる必要ないと、単独でもこの高い支持率を背景にして、単独で参議院選を戦って3分の2以上の議席を持って、憲法改正の発議を衆議院でも参議院でもできるようにするというふうに考えが変わってきたというのが日経新聞の記事なんですね。でもこれは、全くのでっち上げですよということですね。これだけ、悪行を重ねた人間がですね 55% の支持なんかありえないですね。ということです。3番目。これが今日の画像ですね。で、今日の映像ですけど、今日のメインテーマに関連して、このワールドトレードセンター7番、これが崩壊した映像が33秒で出てくるんですね。YouTube 映像。これ本当きれいに周りに迷惑をかけないで自己倒壊してるんですね。これもう完全に制御された解体だと、プロの仕事だというのが分かりますよ。それでその原因に関して公式の説明としては、ワールドトレードセンターの1と2が崩壊したと、その崩壊して火災が生じたその熱がですね、このワールドトレードセンター7のビルまで影響を及ぼして鉄骨を弱くしたと。それから粉塵が強烈な粉塵が来て窓とか壁とかなんかを弱体化させたと。そして3番目がワールドトレードセンター1と2が崩壊した衝撃、ものすごい衝撃地震ですねがワールドトレードセンター7番の基礎部分を弱体化させた。この3つの影響でワールドトレードセンター7は自己崩壊したんですよというのが、ウィキペディア等々で言われている公式見解なんですね。
ってそれは違うだろうと、こういう簡単なことなんですね。後で、説明しますけど、このワールドトレードセンターの配置図があるんですね。7つビルがあるんですよ、ワールドトレードセンターっていうのは。で、ツインタワーっていうのが1と2なんですね。これ1と2なんですね。そして3、4、5、6、7と、7っていうのが一番遠くにあるんですね。そしてこの2つの大きなビルの向こう側ですから、たとえ1と2が崩壊して火災が起きようが、崩壊した地震が起きようが、粉塵が来ようが、この2つのビルで遮られてここまで来ないんですね。で、もっと不思議なのは3、4、5、6、このワールドトレードセンターとツインタワーのより近いところにある4つのビルが全然崩壊しないで、なんで7だけ、一番遠くにある7だけが時効倒壊したのと、全然説明がつかないんで、だから全くの公式見解は嘘だというのが今日のメインテーマの結論なんですけどね。三枝クララさん、コンティニューコインが2枚ですね。ありがとうございます。ということで、映像ですね。ということです。そして今日の推薦映画は先週ですね、取り上げましたけど、主戦場というドキュメンタリー、これ昨日見てきたんですけど、素晴らしい映画ですね。渋谷でやってるんですね。渋谷とあとアップリンクの吉祥寺でやってますね。で、ほぼ満席なんで、じわりじわりとですね、このドキュメンタリー映画が浸透してるっていう感じがしますね。主戦場ですね。これ正式には従軍慰安婦に関する議論の主戦場ということのね、主戦場 The Main Battleground of the Comfort Women Issue というのが正式の名前なんですね。これはぜひ、見られた方がいいと思いますね。渋谷のどこだっけ、イメージセンターじゃなくて、なんかマイナーな映画専門でやってる小さな映画館なんですけど、満杯でしたね昨日。イメージフォーラムだ。イメージフォーラムでした。イメージセンターじゃないや。イメージフォーラム。ちょっと訂正しますね。フォーラム。これです。おすすめです。解説。日系人の三木出崎さんが
慰安婦問題をめぐる論争をさまざまな角度から検証したと分析したドキュメンタリーと。で、慰安婦問題について出崎の胸をよぎるさまざまな疑問、慰安婦たちは性奴隷だったのか、本当に、強制連行あったのかと、元慰安婦たちの証言はなぜぶれるのかと、日本政府の謝罪と法的責任とはと、この問題の検証すべく、日本、アメリカ、韓国、肯定派と否定派それぞれの立場で論争を中心にいる人々に取材を敢行ということなんですね。で、否定派の連中がよく言うのは、従軍慰安婦で勇気を持って証言して、した元慰安婦たちの証言がぶれてんじゃないかということを、守備一貫してないということをみんな言うんですけど、でもこの映画の中で言われているように、その当時の、今でもそうですけど、儒教社会なんですね、韓国は。ですから自分たちがたとえ拉致されて、そして強制的に性奴隷にされた従軍慰安婦だということを自ら告白するという環境には一切なくて、全部自分の胸の内にしまってたと。それでも勇気ある人が1人で2人で3人でいるという環境の中で、やはりその消し去りたい悲惨な過去をあえて告白するという作業をせざるを得ないということで、当然ながら消したい過去等々があるんで、発言がですね、二転三転するということはあり得ると。それはそうでしょうね。そんな理論整然として守備一貫して自分の悲惨な体験を論理展開できるっていう状況でもないし、環境でもないということなんですね。そのことをいわゆる否定派連中は自分たちの論拠として、自分たちのが正しいと。要するに彼女たちは金のために、身を売った売春婦だと。日本軍が強制的に拉致して強制的に、性奴隷として、兵士たちの欲望をですね満たさせたという従軍慰安婦ではないんだという根拠として、彼女たちの証言がぶれてると、二転三転してるということを根拠にしてるんですけど、全く間違ったんですね。一人インタビューすればすぐ終わると。中曽根康弘、そうだよね。だから彼なんか逮捕して、人道への罪として逮捕して、そして、裁判にかけて彼の証言を引き出すと。こいつが海軍の主刑注意か隊の時に、自慢げにですね、従軍慰安婦の収容所、慰安所を建てるための予算を俺は確保してやったんだということを自慢げに言ってるんですね。本の中で書いてるんですね。ということです。そして、中に出てくる人間、否定派、このわけのわかんないテキサス親父と言われる、日本語全然喋らないトニー・マラーノという親父がいるんですね。テキサス親父。なぜか彼が頻繁に登場するんですね。それからそのテキサス親父のマネージャーという藤木俊一というわけのわかんない正体不明の男がいるんですね。
から山本由美子という、これはなでしこなんとかという日本会議と同じ系列の極右ファシストの女ですね。わけのわかんないこと言ってんだね。から杉田水脈、これはまあ有名な自民党の極右ファシスト女性議員ということで、彼女がとうとうとしゃべるんだけど全部破綻しちゃうんですね、最後は。それと藤岡信一という、新しい歴史教科書を作る会を作った代表ですね。こいつの言うことも支離滅裂ということで、結局最後は彼ら反対派の言ってる根拠が全部崩れるんですね。そして、映画の中で、出てくるんですけど、アメリカのジャーナリストを6万ドル払って、日本に招待して、書いてもらったという誰なんだということなんですが、おそらくこのトニー・マラーノっていうテキサス親父ですよね。ブログかなんかで、記事を発表してもらったって書いたんですね。そしてこのテキサス親父に、桜井よし子もお金を払ったと。でそのことを桜井よし子にインタビューで直接聞いてるんですけど、それには答えられませんと、かなり複雑な問題があるからって、言葉を濁してるんですけど、こいつですよ、テキサス親父です。情報工作員として、高額な金で雇われたと、藤木と一緒に。そういうことでしょうね。それで彼らが結局この映画が、最初彼らは自分たちの主張を十分取り上げてくれた自分たちのメディアだというふうに勘違いして、喜んでたんですね。でも今になって結局映画を見れば分かるように、彼らの言ってる根拠が一切ないということがバレバレになって、歴史修正主義者だというふうに断罪されているということが分かって、彼らは7名の連名でこの上映を中止してくれという声明を出したんですね。でその理由として、これはこの監督が、上智大学の大学院の卒業作品として、制作したということだけで、まさか商業映画として全国で、上映されるとは全然知らなかったと。だから約束違反だというのを理由に挙げてるんですけど、でもこの監督はですね、非常に良い周到で、確かにこの映画は自分の上智大学の大学院の卒業作品として制作したけど、もしかしたら商業映画として全国で上映される可能性があると。その時に関していわゆる著作権等々は全部自分監督にありますよという承諾書を取ってるんですね。だから今更知らなかったということは全然言えないですね、彼は。かなり追い詰められてるんじゃないですか。最初は喜んでたんですけど、この映画がどんどん浸透するにつれて自分たちの主張が全部、全否定されているということがようやく分かって、今更上映中止の声明を出したということなんですね。ということでぜひご覧ください。まだ当分の間やってると思いますね。あ、そうか、マラーノってそうか、回収ユダヤか。トニー・マラーノですって。だから回収ユダヤなんだ。それで、合点しますね。ということです。から今日の一言はですね、
先ほどの内閣支持率、日経新聞では 55% というのをお見せしましたけど、これが世論調査の実態だと、実態かということで、カシーさんという、ツイッターの、一言ですね。今固定電話に世論調査の電話がかかってきたと。コンピュータ音声で番号を押して答える方式なのだが、衆参同時選挙になった場合、選挙区行きますかと。で、行くと答えたと。で、自民党に投票しますかと。しないと答えたと。現内閣を支持しますか。しないと。プーと突然切れると。何これという、これが実態ですよ。この 55% の実態っていうのはそういうことですよ。要するに安倍内閣を支持しない人はアカウントしてないということなんですね。だから 55% なんですよ。こんなふざけたことがまかり通ってる日本というのは一体何なんだと。世論調査も全部偽装されてるということですよね。これなかなか的確な情報なんで、ぜひ拡散してください。途中で切れちゃうんですよ。支持しないとか。だから支持しますと、あるいはどちらかというと支持しますとかという肯定的ないわゆる答えしか集めてないんで 55% なんでしょうね。インチキですよね。ということです。それで今日の座右の銘も今日ちょっとあれですね、明日に伸ばしますね。今日の推薦図書、これは今日やんないといけないですね。今47分52秒ですね。閲覧視聴される方が58名、全部で125名様、コメントが49件ですね。で、今日のこの石井幸喜さんの最後の本ですね、日本が自滅すると、この中の第95回目です。朗読第4章、構造改革のための25のプログラム、その第一節、官企業の全廃がもたらす経済の覚醒と、そのプログラムの7ですね。今日はここ読みますね。プログラム7、住宅ローン証券化で公庫を保証期間にすると。で、住宅金融公庫の貸付金残高は平成12年度末で76兆円に達していると。財党からの貸し入れ残高は74兆4800億円で、これまでに国が支出した補助金の累計額は9兆2000億円であると。今日これほど巨額の金融事業を政府機関で担うことは市場経済にとっても国の財政負担にとっても大きなマイナスであると。私が平成9年3月の衆議院建設委員会において住宅金融公庫住公の保証期間化と住宅ローンの証券化を提唱したと。その意義は大きいと。まず民間金融機関のローン、提供能力が向上する中で76兆円という大規模な融資事業が住公から民間に放出されればか、民間金融市場の活性化に役立つと。一方、住公は保証機関として
主に、低所得者層への国の住宅政策遂行を助ければよいと。当面は代以下代弁済等のほか、必要な利子補給を行える体制はあってもよいが、住宅ローンの証券化によって利子の引き下げ、保証資金のストックが可能となる。我が国の証券体制も確実性の高い住宅ローンの証券事業に十分成功し得るレベルに達していると思われると。住工が当面政策機関として将来は民営化、保証すれば76兆円を超える住宅ローン債券を魅力的な金融商品、資産として市場化することができ、回収された資金を新たな、有望な企業などに貸し出すことができると。住宅ローン債券を購入した投資家には政府保証付きであることにより、安定した利息収入が得られるため、市場の活性化と高い経済効果が期待できると。住工の住宅ローンには多数の代弁済ローン破綻が出ている現状を見るとき、ローンを借りる当事者にとっても借りやすさや返済条件において決して不利になるものではないと。むしろ制度面において従来より借りやすく、利用者に有利にすることは十分可能であると。ちなみにアメリカでは政府機関が信用を保管した住宅ローン証券 MBS 市場が70兆億円規模の産業に発展し、ファニーマエ、ファニーマックおよびジンマの3社が住宅ローン債券の流動化機関として順調に活動していると。例えばファニーマエは1938年に 100% 政府保有の会社として設立された後、1968年に民間会社となり、一般の住宅モーゲージローンの取得も認められるようになったと。ファニーマックは1989年に同様の形態となったと。ジンマは住宅モーゲージの二次市場の信用を補完する政府機関であると。アメリカの住宅金融はモーゲージ融資が一般的であると。モーゲージ融資とは融資を担保するために不動産等に抵当権を設定する融資方式であると。債務者が債権者に対して人的に返済を人的に返済を約束する契約証書や、これを法的に保証する書類の総称、またはその融資方式そのもののことを言うと。モーゲージは自己資産として保有することも流動化して第三者に譲渡することも可能であると。モーゲージを担保として発行する証券が売買され、二次市場の成立も可能となると。このような仕組みを日本でも発展させていきたいと。これがあれですよね、いわゆるサブプライムローンのバブルとその破綻がこの本を書いた時点ではまだ顕在化してないですね。2002年だから始まったばっかだから。
だから石井興喜さんはそのいわゆるサブプライムローンのバブルの崩壊2008年9月15日のリーマンブラザーズの倒産ということをまだ予測してないということなんで、この部分はクエスチョンマークですね。だからまさにそうですね。ファニーメイとかファニーマック、これがサブプライムローンのいわゆるデリバティブ金融商品を乱発して、ものすごい債務を背負っちゃったということで、このサブプライムローンのバブルの崩壊の最大の責任者の一つなんですね。でそのことをこの石井さんはこの段階では全然予測してないということなんで、この受託ローンの証券化っていうのはこれはやめた方がいいですよねということが今日の読んだところです。ということで、無理もないですよね。華々しくサブプライムローンが証券化された最初の段階ですよ、石井さんが言ってるのは。その後それがバブル化して最後はサブプライムローンを払えなくなった人が大量に出て、結局受託公社2つが倒産したと。そして、莫大な負債がですね、金融機関に、もたらされて、いわゆる世界金融恐慌を起こしたというとんでもない、金融商品なんですね、これね。だから石井さんはそういう意味では積極的にこれを取り入れるべきだという、最初のサブプライムローンの最初の時期の宣伝、そのものを言ってるんで、その後の展開っていうのは惨憺たるものだということを、まずは知らなかったということでしょうね。ということです。でようやく今日のメインテーマですね。18年前の2001年9月11日に起きたニューヨークのワールドトレードセンタービル7 WTC7 の時効倒壊は CIA の破壊工作だったと元 CIA 技術工作員が告白したということなんですね。で2001年9月11日午前中ですね、午前8時46分が第1期から午前10時28分が第2期がニューヨークワールドトレードセンター超高層ビルですね、ツインタワー1と2に、激突したと。そしてその7時間後にですね、47階建てのワールドトレードセンター7ビルが自己倒壊したということなんですね。でこの写真なんですね。きれいに自己倒壊してますね。これですね。で映像が先ほど紹介した YouTube 映像があるということなんですね。でこの WTC7 自己倒壊の原因について公式の説明は次のものだということで、これはウィキペディアのワールドトレードセンター7で、こう書いてますね。2001年9月11日、アメリカ同時多発テロ事件でワールドトレードセンターの北棟、北東北棟が倒壊、瓦解が
ワールドトライドセンター7に降りかかり、火災が発生し、消火活動ができない状態で午後5時20分、ワールドトレードセンターも倒壊したと。で、直接航空機が衝突したわけではないが、本ビルが倒壊したことについて疑問を呈する声もあるが、火災の熱で鉄骨の精度が落ちていたのに加えて、ツインタワーの崩壊による破片の直撃や大地震を上回る猛烈な横揺れの影響で倒壊したとされていると。なお、倒壊は実際より早い4時54分に英国 BBC 放送が報じていると。倒壊を知らせるキャスターの背後にはこの7ビルがしっかり立っており、カメラの切り替えがないまま午後5時20分となった時にビルは崩れたと。この映像が YouTube に上がった時、BBC のウェブサイトは炎上したと。この点、いまだに説得力のある説明はされてないということなんですね。これは正直だろうね。でしかし、下記の、ワールドトレードセンタービル7棟の配置図を見れば、上記のいわゆる公式説明は全くの嘘であるというのが簡単に分かるんですね。で、さっきお見せしたようなこの配置図なんですね。で、いわゆるトゥインタワーっていうのが1と2。これが1、北、南。これが8時何分に北棟に激突したんですね。そして10時に南棟、ツインタワーの2に激突したと。そして、崩壊して2つとも自己倒壊したということなんですけど、それじゃあ他のワールドトレードセンタービルの、これが 3番なんですね。これが3番、4番、これか、4番、5番で6番ということで、こういうふうに取り囲んでるんですよね。これから6番。そして最後のビルが例の今回取り上げたワールドトレードセンタービル7なんですよ。そうすると不思議なのは、それじゃあ公式説明でこの2つの超高層ビルが火災と粉塵をまき散らして、大きな大地震を思わせるほどの横揺れを生じさせて自壊したと言ったならば、一番近くにあった第3ビル、これも当然ながら倒壊しますよね。これ4、5、6も全部倒壊するはずですよね。でも実際はこれらのビルはそのまま残ってて、なぜか一番遠くにある第7ビルが自己倒壊したと。説明がつかないんですね。いうことなんですね。で、唯一しかしこれらの説明ではツインタワー1と2が崩壊した後、1と2に近い3、4、5、6が崩壊せず、1と2に一番遠くにあった7だけが7時間後に自己倒壊した説明が全くつかない。唯一原因の説明ができるのは CIA 元技術工作員のハワード氏が死の直前に告発したように、 CIA が事前にビル内部に、爆薬ですね、微細、テルマイトっていうんですねを仕掛けて爆発させ、制御倒壊させたという説明ということなんですね。それで、このハワード氏の告白の抜粋ですね、
ハワード氏はビルがどのように破壊されたかを説明すると、爆薬を使ったと、古典的な制御された解体でしたと、我々は爆発物として軍事レベルの微細テルマイトの複合材料を使用したと、難しかった部分は何千ポンドもの爆薬、ヒューズ、点火装置をあまり気づかれずに建物に運び入れることでしたと。しかしビルナ7ですねのほぼ全ては、事務所は CIA シークレットサービスまたは軍によって賃貸されたため容易でしたと。これですよ。いうことなんですね。それで、当該の記事として、このブログですよね。 CIA 工作員最後の告白 911WTC7 は我々が爆破したと。これ結構長い、文章ですね。英訳されたもんですよね。を当該記事として、持ってきたというのが今日のメインテーマです。今日のメインテーマ、これですね。ワールドトレードセンターのツインタワーが崩壊してから7時間後に自己倒壊した。画像と映像。で、この7号棟の自己倒壊の公式の説明はウィキペディアに載ってるんですね。で、何言ってるかというと、ツインタワー猛烈な火災が起こって、この第7ビルの火災消火に近づけなかったと。それで、旅客機が飛行機が直接突入していないにもかかわらず、なぜ倒壊したのかという疑問に思う人がいるかもしれないなということで、これですね。火災の熱で鉄骨の強度が落ちてた。からツインタワーの倒壊による破片の直撃、それから大地震を上回る猛烈な横揺れと、この3つの理由で倒壊しちゃったんだと。で、これが非常に素直に書いたんですけど、 BBC がですね、早とちって女性キャスターが今倒壊してますと言って早とちりしたんですね。後ろには第7ビルがまだ全然そのまま立ってるにもかかわらずですね。そして、これが20分後4時54分に、BBC が放送して、で実際にビルが崩壊したのが5時20分だから、だから26分後にビルは倒壊したという。なんでこうなってんのと
いうで、途中であれですよね、この場面中継は遮断されちゃったんですね。やばいと思ったんじゃないですか。ということはもうジャーナリストの間ではこのビルは自己倒壊するというのは知れてたんですね。それを早とちりして、この女性キャスターは20何分前に、今倒壊してますと言って、早とちりして、嘘がバレバレになったということなんですね。マスメディアによると WTC ビルに衝突した飛行機のブラックボックスは溶けて見つからなかった。でも犯人パスポートが発見されておかしくないですかっていう、本当そうですよね。頑丈なブラックボックス、墜落の衝撃とか火災に、耐えられるほど強靭な構造物で、できているブラックボックスが溶けて、見つからないと。でも紙のパスポートは見つかったと。どういうことなんでしょうねという、もうバラバラなんですよね、これね。ということですね。こういうバレバレなことがなぜ国民に知らされないのかということですね。で、さっきお見せした配置図ですよね。7つのビルの配置、これを見ればこの公式説明が全くの嘘だというのが分かるんですね。で、彼らが言ってるのは3つ。ツインタワーの火災の熱で、第7ビルの鉄骨が弱体化したと。それからツインタワーの崩壊による破片が直撃したと。から崩壊による大地震を上回る猛烈な横揺れが影響したと、こういうこと言ってるんですけど、それじゃあおかしいんじゃないと。一番近くにあった第3とか、あるいはもっと近く第7よりも近くにあった4、5、6、4つのビルは無傷なんですね。で、一番遠くにあった7、第7ビルだけがなんで自己倒壊するのと説明がつかないよね。で、唯一この原因の説明できるのは CIA のハワード氏が死の床で語ったように、CIA が事前にビルに爆薬を仕掛けて爆発させた、制御崩壊させたんだと。だからですよ。だから一番遠いビルが自己倒壊したんですよ。ということなんですね。で、画像としてハワードさんの酸素マスクをつけて横たわってるハワードさんの写真、それから彼がこの解体の時に言った証言ですね。この軍事レベルの微細テルマイト、この複合物を使ったと。難しかったのは、膨大な何千ポンドのもある爆薬とかノズルとか、それから点火装置、それを建物の中に、搬入するのが一番難しかった。しかしこの第7ビルのほとんどは CIA とかシークレットサービスとか、あるいは
軍によって借りられてたんで、他人の目に触れることはなかったということですよね。そして、この該当記事ですね、URLということです。だから9.11の米国同時テロ、アルカイダがやったというのは全くのでっち上げで、ブッシュ、チェイニー、ラムズフェルトを中心にした軍産複動隊、戦争 CIA、それからモサド、イスラエル、それからイギリス、フランスの、諜報機関 MI6 でしょうね、海外ですからフランス等々がアルカイダがやったかのように、工作して偽装させて、やった自作自演だというのがますます真実でしょうね。そうですね、ユダヤ人は事前に避難し、ユダヤ人の犠牲者は3人らしいと。だから4000人当時いたユダヤ人がなぜか宗教上の理由で、全員が休んだということで、そのことを NHK の解説委員室の室長だった NHK の解説委員が自分の番組で言った途端ですね、彼は自殺隊として NHK の事務所、自分の事務所から飛び降りたということで自殺隊で発見されたということがありましたよね。だからタブーになってるんですね。なんていうかでしょうかね。解説単なる解説員じゃなくて解説委員室の代表だったんですよね。室長ですね。闇ですよ、本当闇。砂月にさん、コンティニューコインが2枚ですね。お団子か。お団子とコンティニューコインが2枚ですね。はい。ということで、深い闇が18年前の深い闇が徐々に暴露されてきているということでしょうね。ということです。で今は1時間18分78分20秒ですね。閲覧者がされている方は60名と152名様、コメントが72件ですね。から今日のトピックスですね。金融庁の年金頼るなと激怒、テレ朝坪井阿南圧力懸念ということで、先ほど写真をお見せしましたけど、珍しく日本のテレビのアナウンサーでは珍しくですね、怒りを表したと。当然のことなんですね。でもテレビ朝日ですから圧力がかかって、彼もパージされるんじゃないかという懸念がありますよということですね。日刊現代、坪井アナ49歳、それから衆議院衆参同時選見送り強まると、消費増税予定通りと、国会延長せずと、日経新聞、これも分かんないですよ。わざとこういうふうに煙幕を張ってんのかもしれないですからね。
でその根拠として日経新聞は自分たちがでっち上げたマイナス9でっち上げた安倍内閣支持率 55%、 これだけあれば単独でも勝てるだろうという衆参同一選挙は見送るという根拠にしてるんですね。でもさっきの今日の一言の中でももう完全にインチキなんですね。自民党を支持してないと、安倍内閣支持してないと答えた人は集計の中に入れないということなんで、何%でもできるんですよ。80% でもいいんです。でも 80% にやるとみんなこれは嘘だなということで、ちょうど55ぐらいで、手打ってるんじゃないですか。それから英国の反トランプデモがすごいと、お前はフェイクだと喋る巨大人形までと、これ日本でほとんど報道されないですよね。トランプ放映の時、国賓で、放映したトランプに対して25万人がですね、ロンドンを中心にして反トランプのデモをしたという情報っていうのは他は全然伝えてないですよね。日本でも大相撲トランプが大きな顔してなんか感染したということに対して、国技館前で抗議デモがあったらしいんですけど、それ外国のメディアは報道したけど日本のメディアはスルーしたということなんですね。それから香港で100万人のデモと逃亡犯条例と改正に反対と、これは改正されると香港で逮捕された香港人外国人含めて中国に送還される危険性が出てくるということですごいですね。100万人ですよ。100万人がデモをしたと。で今日の重要情報ですね、令和おじさんの本当の顔があらわにということで、菅官房長官が望月記者への質問妨害を復活させたと、国連報告でも問題にということでリテラですね。菅官房長官のいわゆる正体がこういうことなんですね。マイナス1リテラです。砂月さん、安倍はやめろ、怒りの可視化。その1、日比谷図書館前から銀座西6丁までと、6月8日発生と、YouTube ですね。反安倍デモが YouTube で見られるということですね。ということで今日月曜日の放送はこれで終わりです。現在日本時間で、11時過ぎましてね、11時2分になりましたね。1時間24分18秒視聴された方が61名、全体で155名様、コメントが84件ですね。そしてたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、お団子なんかいただきましてね、ありがとうございました。ということで今日の放送はこれで終わります。お疲れ様でした。また明日火曜日、できるだけ9時までに放送を開始したいといつも言ってますようになかなかできないんですけど、よろしければまた合流してくださいということですね。コメント62列とお疲れ様でした。砂月さん、それからミルキーさん、911の首謀者が今イスラム国を操って世界でテロを起こしていると考えられますと。だからイス
ラエルがIS の怪我人を治療し保護したり、フランスがイラクで死刑宣告を受けたフランス国籍テロリストを助けようとしてるのでしょうと。全部つながってるんでしょうね。ということで、とんでもない、世界支配階級という姿を見せないとんでもない連中が世界中を金融支配し、政治支配し、軍事支配し、支配しまくっていると。でそのことがなかなか知られないと。なぜかというと、各国のマスメディア、マスコミが共犯じゃなくて一緒にそのいわゆる支配と搾取と権力犯罪を隠す役割を果たしているから、なかなか国民はその真相を知ることができないという現状の中で、我々のますます重要なですね役割が出てくるんだろうということですね。山崎さんの「もう終わるんですか、また来ます」と「お疲れ様でした」ヤンヤンさんですね。 K さん、山崎さんのツイキャスは一応コメントは禁止です。だからツイキャスと連携していただいて、情報拡散共有ができるようにしていただければいいということですね。ということで今日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした。終わります。